こんにちは、月島です。今回はコンデンサーマイクのレビューをしていきたいと思います。レビューするのはオーディオテクニカ社のエントリーモデルで、型式は AT2035 です。初めてのコンデンサーマイクとして気になっている方も多い機種だと思います。また今回の動画内では私が所有する他社製マイクとの比較も行っています。目次です。パッケージと付属品、マイクの外観と特徴、付属品の確認、コンデンサーマイクの使い方、声とアコースティックギターを録音する、他社製マイクとの録音比較、最後にまとめです。パッケージの縦と横は意外と大きいです。厚みはあまりありません。また竹の写真があります。マイクの素材に関係しているのか少し気になりました。パッケージの蓋を開けます。上部にマイクが収まっています。下部にはショックマウント、変換ネジ、マイクポーチ、取扱説明書と保証書が入っています。AT2035 の外装は全体が金属製です。ずっしりとした重さもあり、安っぽい感じは一切ありません。とても低価格帯のエントリーモデルとは思えない感じです。黒いカラーもかっこよいです。網になっている部分を除くとダイヤフラムが見えます。マイクの裏側にはローカットスイッチとパッドスイッチが装備されています。底面部分にはマイクケーブルのコネクターがあります。またこのモデルは台湾で製造されているようです。指向性は単一指向性のみです。歌やナレーション、アコースティックギターの録音などは基本的に単一指向性で行います。単一指向性はマイク正面からの音を拾うことに特化した機能で、周囲の音を拾いにくいというメリットがあります。また上位機種になると他の指向性を選択できるマイクがあります。1. ローカット。録音時に空調の音などが気になる場合はローカットを使用すると良いです。 80Hz から下を緩やかにカットしてくれます。2. パッドスイッチをオンにすると 10dB 感度を下げることができます。ただしこれはよっぽど大音量の楽器を収録するときに使用するものです。ボーカルやアコースティックギターの録音などではオーディオインターフェイスの入力レベル操作で十分です。取扱説明書に記載されているマイクの周波数特性グラフです。専用ショックマウントが付属します。プラスチック製ですので耐久性が少し心配ではありますが、専用品でマイクがぴったりと収まりますので良いと思います。またこのショックマウントはマイクを装着するとき結構硬いです。ただこれは個体差もあると考えられます。マイク装着後はゴムがしっかりと振動を吸収してショックマウントとしての機能は問題ありません。しっかりとした厚みとクッション性があるマイクポーチが付属します。収納や持ち運びに便利です。コンデンサーマイクの使い方について見ていきたいと思います。1. マイクケーブルをコンデンサーマイクに接続する。2. マイクケーブルをオーディオインターフェイスに接続する。3. ファンタム電源をオンにする。4. 入力レベルを調整する。以上の手順でコンデンサーマイクを使用することができます。また息の吹かれを防止するポップガードもコンデンサーマイクを使用した音声のレコーディングには必須のアイテムです。こんにちは、月島です。この声はオーディオテクニカ AT2035 で収録しています。こんにちは、月島音楽堂です。この声はオーディオテクニカ AT2035 で収録しています。
AT2035 で録音した結果は以上のようになります。私が感じた印象は、低音が抑えられつつ高音の抜けと空気感が感じられて良い音で録音できたと思います。録音した後から AT2035 の周波数特性のグラフを確認したところ、私が想像した通りに 150Hz から下の低音が抑えられていて、 1.5kHz から 3.5kHz が 2dB くらいブーストされたカーブになっています。私がボーカルなどをイコライジングするときは基本的にこんな感じでイコライザーをかけますので、 AT2035 は最初から歌やナレーションが良い感じに録音できるようにチューニングされたマイクであると私は感じました。今回録音比較で使用するマイクはオーディオテクニカ AT2035 価格約2万円、アーカーゲー C214 価格約4万円、ノイマン TLM107 価格約17万円です。この順番に録音した結果を再生していきたいと思います。こんにちは、月島です。この声はオーディオテクニカ AT2035 で収録しています。こんにちは、月島です。この声はアーカーゲー C214 で収録しています。こんにちは、月島です。この声はノイマン TLM107 で収録しています。こんにちは、月島音楽堂です。この声はオーディオテクニカ AT2035 で収録しています。こんにちは、月島音楽堂です。この声はアーカーゲー C214 で収録しています。こんにちは、月島音楽堂です。この声はノイマン TLM107 で収録しています。録音した結果は以上のようになります。3つのマイクの録音結果を聞いて、私が最初に感じたのは C214 は低音が膨らみ、他のマイクと比べると音がこもりがちな感じがして、とても特徴がある録音結果だと思いました。また一番癖がなくフラットな音に感じたのは TLM107 です。AT2035 は先ほどの章で触れた通り、すっきりと聞きやすい音で録音できていると思いました。そして録音結果を聞いてから各マイクの周波数特性を比較してみると、やはり感じた通りのカーブを描いています。C214 は 800Hz から下が 2dB ほど膨らみ、 1.5kHz あたりが 2dB ほど減衰しています。TLM107 は 100Hz から 4kHz までほぼフラットで、そのままの音が録音されている感じです。
以上の結果を踏まえると、すぐ使えるような音質で録音したいときは AT2035 で、よりフラットに録音したいときは TLM107、低音を強調した感じに録音したいときは C214 を使用するのが良いと考えられます。どのマイクも個性があって面白いと私は感じました。今回は出張レコーディングで使用するためにこの AT2035 を入手しました。一番低価格の AT2020 も検討したのですが、専用のショックマウントが初めから付属していた AT2035 を私は選びました。AT2020 にはないローカットやパッド機能があるのも AT2035 が良いと思った点です。今回3つのマイクで声やアコースティックギターを録音してみたところ、価格の一番安い AT2035 でとても良いサウンドで収録できたと私は感じています。録音された音は癖が少なく、後のミックス作業などもしやすそうな印象を受けました。AT2035 は最初から低音が少しカットされ、高音の抜け感を感じられるようにレコーディングできますので、初心者にも優しいマイクだと思いました。また、このまとめのショーでの音声はいつも使用しているマイク TLM107 と入れ替えて、現在 AT2035 で収録しています。後で確認しますが、特に問題なくしっかりと録音できていると思います。オーディオテクニカ製のマイクはとてもコストパフォーマンスに優れた製品だと私は思います。ダイナミックレンジや狙った音を捉える指向性など低価格でも十分な機能を備えていると感じました。AT2035 はコンデンサーマイクの入門機としてとても良いマイクだと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。